どうも、ベトナム在住の内津です。前回ね、これベアリングがずいぶん奥に入ってしまった件、対処していきたいと思います。このキャストホイールね、コピーバイクにつけようと思って中古買ってきてベアリング入れたんですけどね、ここがずいぶん奥まで入ってしまって、こことね、こっち側と当たらないもんだから回らなくなっちゃったんですよ。でね、結局これいろいろ確認していったんですけども、まずそもそもね、今コピーバイクについてるやつはね、このつらい位置というか上のところまで出てきてますね。ちょっと写真撮ったんでそっち見てもらいます。それでね、なんせこんなに奥に入ったらダメなんですけども、中に入れる筒がこんなやつですよね。多分これがね、ホンダの純正だと思うんですよ。で、これの幅がね、中が 52mm ぐらいだったのかな。これのね、ベアリング間の広さですよね。ちょっと今もうはめちゃってるから測りにくいかな。ちょっとね今測りにくい状態ですけど、 52.98 とかって出て52ぐらいで、これが 54.79 だから1ミリぐらいしか変わんないのかな。前測ったらこっち52ミリ台だった気がするんだけど、全部54点なんぼですね。54、1ミリの出っ張りじゃ足りないんだよね、多分ね。だからどうであれこっち側をね、一回引っ張り出します。引っ張り出してこっちだな、この筒を入れてベアリングをこっちはね奥まで入れて、でその後ここをねちょうどの位置に合わせて、足りない分はねもうワッシャー入れるとか何かそういうことしないとしょうがないと思います。やっていこう。これはねもうベアリングプーラーで引っ張るしかしょうがないです。あんまりね中の玉に負担はかけたくないんだけども、しょうがないよね。穴に負担かけたくないんでね、一応ヒートガンで温めてから抜きます。ここはね温めすぎてもベアリングまで膨張しちゃったら意味ないからね、こんなもんでいいのかな。これで締めればいいんだよね。よいしょ。とりあえずね一番上まで引っ張り出しました。ここにあればねちゃんと逆に出過ぎかこれでこっち側からはめていきゃいいんだ。こっち側ねベアリング奥までぶち込んじゃっていいはずなんですよ。だから叩ける準備をして、もうこれもね忘れる前とか忘れないようにもう入れてしまいます。じゃあこいつはガンガン温めていいんだな。3分間いきましょう。3分間ね温めます。こっち深さ測るの忘れてた。14.2
さあ、じゃあベアリング取ってきます。ベアリングね、取ってきました。こっちも叩かなきゃ入らないんだろうな。どうだい？あ、そうだね。音変わったね。ベアリングが12ミリぐらいで、これが 14.2 だから2.2、1.78、もうちょいか。うん、2.2 ぐらいに、ね、なりました。 OK。とりあえずこっち OK なんでね、こっち側ですよ。ここをね、どこまで入れるかなんだけど、もう一回温める方がいいんだろうな。ちょっとね、このベアリングの外側だけ取り出したやつ前に作って持ってるんで、これでね、中見ながら少しずつ叩くしかしょうがないんだよね。ただもう一回ちょっと温めようかな。本当はこれね、ちゃんと平面になってるやつで中を押さなきゃいけないんだけど、私ね、そんな工具持ってないんで、ちょっと目で見ながらね、頑張ってみます。中がね、ククッと動く感じ。入りすぎたか。いや、いけるんじゃないのかな。これでこいつをつけると、あ、回るじゃん。ワッシャーも入れなくっていい。入りすぎてないかな。ちょっと硬いけど一応動くからね。いいでしょう。もうね、これはあと微調整するしかしょうがないんで、これで締め付けてみて、ダメならね、引っ張ったり押したり、あんまりいいことじゃないんだけどね、ベアリングにとっては。まあまあ、これでやっていこうね。で、次はせっかくだからこれは綺麗にしようかな。嫌いだけどね、剥離剤で表面剥いじゃいます。剥離剤ね、手につくと痛いんで、こいつですね、ビニール手袋してね、やっていきます。もうね、変色してすごいことになってるけど、まあまだ使えるんでしょう。
しばらくねこれで置いときます。うわ、なんでビニール手袋してんのに痛いんだ。穴開いてんの。まあいいや、こいつは捨てよう。塗装ねしっかり浮いてきました。さっき手袋しても痛いってねびっくりしましたけど、こんな感じですね。見えるのかな、映ってるかな。ちょっとこれね真鍮ブラシで洗いながら、浮いた部分取ってきます。これねなかなかいい感じで、塗装は剥離できました。なんであとは地道に磨くんですが、多分このスチールたわしにクレンザーでねそこそこ綺麗になると思うんですよね。塗装が残ってる塗装がはげんね。まあいいや、ちょっと一回水洗いしてきます。洗ってきました。どうしてもね細かいところ残ってんだけども、そいつはねこれで削ぎ落としちゃう。傷つくななんかで、あとはねもう地道にサンドペーパー、これ400番ですね、これでね磨いていきます。頑張って磨いてたらねカメラの電源が落ちちゃいました。最近バッテリーが弱くなってねもう1時間も使えないんだよな。最後にねちょっとこれ600番でもうちょい磨いて終わりにします。なんせここね綺麗になりすぎても今度ホイールとのバランスが悪くなるんでね、まあまあもうちょっとね頑張っていきます。でいつもの極意だよね、見えるところをメインで綺麗にしておきます。もうねこんなもんでいいんじゃないのかな。軽く洗ってきました。これでねいいんじゃないのかな。スイングアームついてね見えるのここだけだし、まあこっちとのバランスもあるんでね、逆にここをもう少し磨きたい感じだけど、まあまあそれはいいや。で今日はちょっと組み立てないんでね、あとバイクの方からチェーン外します。今回ねホイール変える時にこれがスムースに回るのか確認したいんでね、そのためにも一回チェーン外しちゃおうと思ってるんですよ。でまあチェーンの方も掃除するんですけども、前のカバーはねもう取っちゃいました。でスプロケの状態はそんなに悪くないんじゃないのかな。チェーンもねまだ使える状態だったはずなんですよ。よし、伸びてはいる、伸びてはない、伸びてないか、ちゃんと調整してあるね。まあまあリアのスプロケも問題ないんで、こいつをね外して掃除しておきます。ね、この状態にしてねホイールの周りを確認したいんですよ。もうこれ洗うのはね別に動画にしないんで、私はいつも、灯油というかベトナムではねどこで売ってるかわかんないんで軽油使ってますけども、それはもうビデオにしないでやっておきます。なんでね今日はここまでです。それではまた。